タカさん、おはようございます。今日は大きな笑顔。おー、いいですね。エンジンはもうアメリカどこにいても車のパーツ屋さんが多いですね。アメリカで頑張ってしっかりしている方ですよ。前向きに進むと、乗りたくなるっていう感じですよね。こういう感じの方が全然いいんじゃないでしょうか。まだまだやることがいっぱいありますおはようございます。スティーブ的視点のスティーブです。今日は大きな笑顔。なぜかっていうと、タカさん、ほら言ってたでしょ。日本人、こちらで頑張ってる日本人の方との出会いができた。ここに住んでる日系人のリックさんの紹介で、タカさんに、今日初めて会ったんですけど、家まで来てくれて、で今もう早速エンジンの方の確認と、車またエンジンを戻すことを一生懸命今ね準備と、進行を進めてこうやってくれてますよね。皆さんに紹介しようかな。タカさん、おはようございます。どうも、ほらエンジンルームにも入ってますね。噂ではもうアメリカで Z 箱スカ、L 型のエンジンといえばタカさん、旧車ハウスのタカさんだっていうのはみんな言ってますよ。ちょこちょこ耳に入ってくるんで、いつかお会いしたいなと昔から思ってました。ここまでね、遠いところまで来てくれてありがとうございます。こちらこそ。今日から、一応4日ぐらいかなっていう予定を立てて、できればエンジンを戻して、とりあえず日立のキャブをそのまま利用すると。で、またいらないこういうそういう排ガスとかって配線とかはいらないのは今、なくして、ホース系などを変えて、でエンジンを用意して、それぞれの確認した上でまた車に入れると。クラッチも変える、交換、マウント、エンジンマウントとかも変える、などなどの必要なところはやっておいて、とりあえずエンジンがかかることがありがたいことで嬉しくなりますよね。暑い中で本当に申し訳ないんですが、一つよろしくお願いします。で、皆さん、旧車ハウスのタカさんですね。日本国産車の旧車メインでアメリカで頑張ってしっかりしている方ですよ。本当にこれは大きなサムズアップで、タカさんよろしくお願いします。さすがに進みが早いね。詳しいよね。とりあえずちょっと細かいところでも綺麗にできるところはねやっておいてもらっているんで、これから買ってこなきゃいけないパーツも結構あるんだよね。なのでオートゾーンに全てがなかったので、オーライリーズという車屋さんもあるんで、4時以降にクラッチキットが入るんで、すごいでしょ。日本もねこういうのも多分すぐ手に入るんだろうと思うんだけど、アメリカはパーツもう今日はね休日なのに電話1本入れて、この車用のクラッチキット、2、3時間ぐらいの時間が必要なんだけど、もう今日の午後4時までに届けてくれるということで、すごいよね。パーツいっぱいあるね、アメリカはね。あとはね、タカさんは何しているんだろう、見てみよう。おー、エンジンの方がもう組み立ててありますね。こういう感じになってきましたね。綺麗なエンジンになるんじゃないですか。これだったらほら、また磨かないといけないんだけど、ヘッドカバーでもなかなかいいです。こいつは次綺麗にしないといけないんだけど、ペンキを通してね。以前もうタコ足とかこういうラジエーター、これもう 2,3 年前に綺麗にしたものなんだよね。でもやってよかったな。これから車にすぐに入れますからね、そのままで。でも細かいところはやっぱりね、こういうところを綺麗にしたいんだよね。今ペンキ中です。ちょっとだけのね、黒とこういうメタ系の
テーマだっていうことで、せっかくですからこういうパーツもきれいにすることはいいことですよね。もっと時間があればもっともっと細かくやりたいんだけど、時間と時間のバランスだよね。これはね、とりあえず早く組み立てたい。適当じゃなくてちゃんとやりたいんだけど、もっとね細かくやらなきゃいけないところもあるんだろうと思うんだけど、とりあえず走ればまた次のステップも考えられるので、タカさんと出会ってよかったなね。本当に全然前のサビだらけの細かいパーツよりいいんだよね。ミッションについてた汚れを落としてからこの感じなんですけど、ちょっと半分をこれで塗ってみましたね。はい、こっちの汚い方からはこういう感じの方が全然いいんじゃないでしょうか。いいですね。タカさんはどう進んでるのかちょっと覗いてみようか。タカさんどうですか信号具合は。だんだんいい感じになってきてますか。そうですね、車らしくなってきました。暑くないですか。暑いです。暑いですね。それはワイヤーは綺麗じゃないですか。そうですね、やっぱりな、ワイヤーは古くなると乾燥しちゃうんだよね。で、この新しいラッピングはなかなかいいですよね。そうですね。テープはどうですか。もういい感じで。いいですよね。これですね普通のね、あれと違うんですよね。そうですね。もうベタベタしない。こう伸ばして伸ばして自分に伸びるって感じで。伸びるでくっつくんですよね。電気用のテープに負けないぐらいすごいみたいんですよ。そうですね。いろんな使い道はあるんですよね。これもいいテープです。漏れたパイプとかホースとかにもこれ巻くとなんか使えるらしいですよ。なるほど。プレゼントします。ありがとうございます。すごい。これとにかくもう嬉しいですよ。色進行があることはいいことですよ。ありがとうございます。今からですね、パーツが必要ですね。クラッチ、フライウィールなどいっぱいあるんで、今から買ってきますので、またじゃあ続けてやってください。すぐ戻ってきます。いいですね。エンジンはもうクレーンに乗っちゃったんですね。もう組み立ては全部じゃないんだけど、シールも前もフロントシールも書いたんですね。はい、そうです。で、今度後ろのリアのメインシール。リアのメインシールも買いましょうということ、ですね。まだまだやることがいっぱいあります。いっぱいありますね。ミッションは綺麗になりましたか。そうですね。みんな綺麗になったんで。それは私はそれしかできないんだけど、ちょっとだけでもプラスになればと思って使ってください。お願いします。最初今日はね、オートゾーンだけじゃないですね。いつも行くオートゾーンに今から行くんだけど、ここだけにはね、パーツが全てはね揃えないので、近くのオーライリーズというところにも行かないといけないですね。アメリカどこにいても車のパーツ屋さんが多いですね。これオートゾーンから車で5分もかからないところにこのパーツ屋さんもある。ここじゃなくてもまた車で 2,3 分のところにもまたある。またそこから 2,3 分のところにある。いっぱいあるんですよね。で、休日の時でもやっぱり車好き、DIY 好きな人多いからこそ、もういつもやってるんですよね。休みなしですね。こういうところ。これはオーライリーズというお店です。パーツがあるといいですね。あんまりオートゾーンになかったです。欲しいものはホースとオイル以外はなかったので、あるといいですね。オーライリーズは良かった。クラッチセットがありましてね。注文したんだけどすぐ入ってきたんで、あとギアオイル、ミッション用、それとエンジンオイル、このロテラっていうのがおすすめだとタカさんが言ってましたよね。タカさんどうですか、進行状況は。だんだんいい感じになってきてますか。ぼちぼち。一応必要なもの全部じゃないんだけど、ある程度買ってきたんで、オイル、ギアオイル、クラッチなどを一応買ってきました。残りは明日になりそうですね。そうですね。でもある程度そっか、フライウィールも明日ですよね。そうですね。フライオイルは明日。ということはもうちょっと、じゃあ明日は今日ずいぶん結構あれだったんだけど、明日さらに。明日はエンジン入れられるんですかね。じゃあそうですね。もうほとんどエンジン入れれる状態なんで。覗いていいですか。車ボンネットの下は。よし。どんな感じなのかな。いい感じになって綺麗。もうワイヤーの配線の方は綺麗ですね。全然前より。それといらない燃料の
そのホースというか、こうもう持って取ってくれたし、綺麗にしてくれましたよね。ありがたいことですね、本当に。すごく楽しみです。やっぱりね、ずっと寝かしてあったから、なんていうかな、もうあるのにもう見ないふりしたっていうか、なんていうのかな。あって何も動きのないからこそ飽きた部分もあったんだけど、やっぱりこれでまた前向きに進むと、さらになんていうのかな、乗りたくなるっていう感じですよね。楽しみです。